どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きやっていきたいと思います。今回はパート76、前回のですね、キングケロロン戦、そちらをまた改めて、やっていきたいと思っています。前回は、倒す寸前でわざと終わらせていただきました。理由は前回言っているので、パート75を見ていただければ、一番最後の方に言っているので、そちらをぜひね、見ていただければと思います。それでね、とにかく今回はキングケロロン戦をもう一度やっていくんですが、ここにいるやつね、ちょっとカメラがあれだけど、でね、最初にねちょっと断っておきたいんですが、実はですね、これ2回目です。ちょっと声のトーンがさ、録画がさ途中で切れちゃったのよ。それでね、もう先に言っちゃうけど、もうせっかく撮れたのにな、うまくこいつ倒すとねトロフィー取れます。でね、実はね一回録画をね、こいつを倒すとこまで撮れたのでね、そこで録画が切れちゃったんですよ。でその後またすぐ対処して、録画をね開始して、一応データが消えたっていう、よくある最悪の事態っていうわけじゃないんだけど、なんかね、もうその後喋ってた声のトーンが後で聞き直したらとんでもないことになってて、なのでもう一回撮ろうということにさせていただきました。申し訳ない。リザルト画面までですね。でね、何種類か、何パターンか、の戦い方をやったんですよ。でそれをねクリップで撮ったんで、それを最初に見ていただいて、で最後に、安全なやり方っていうのかな、実況中でもそう失敗はしないだろうという戦い方を、最後にやっていきたいと思います。そしてリザルト画面に入りたいと思っているんですよ。それでね、前回ね、里のケロロンに全員話しかけたと思うんですけど、言葉が変わってるんですね。これね、王様の魔法は本当にすごいけどよ、魔法を封印さえされなければ絶対負けないけど、これはヒントですね。つまりこれはシールのことですね。こんなこと言ってたんだと思って、前回ほらトーナメントが始まったらもうずっとそのままかかりっきりになっちゃったんで、まさかもう一回ね里の人にね話聞こうなんて思わないじゃないですか。ということでね、改めて話しかけてみたらこんななってたんですよ。裏で話しかけてたら。でね、あとね、決勝戦まで戦って勝ったからかな、こんなこと言われたりね、人間とっても強いけど王様には勝てないかもしれないけど応援するけどとかさ、例えば、こんなこと言われたり、あるいは、これ自称レベル99っていう名前のケロの、そいつのこと言ってるんですね。ね、こんなこと言ってみたり、これは前回話しかけましたね。でさ、つくづく残念なのはさ、決勝戦に出た相手、決勝戦じゃない、決勝トーナメントっていうのか、ケロロンおじさんっていうのがいたけど、他にもだからレベル自称99とか、あと黒いケロロンとかいたでしょ。でそれいればいいのにね、いないんだよ。全員話しかけたけど、でこんなこと面白いこと言ってみたりね。確かに大変そうだよな、レベル上げんの。でね、黒いやつといってもこいつじゃないのよ。こいつじゃないわけよ。人間のくせに生意気ゲロ、あっち行けゲロ、っていうことなのよね。それでね、さっきね、ほらなんかこんな蝶々が頭に乗ってますよ。さっき言ったっけ。もうなんかまだショックを引きずっててさ、ここ渡ればいいのか。ここ渡ればいいのか。とにかくもうしっちゃかめっちゃかなんだけどさ、こんなこと言われてみたりね。改めて話しかけてみると、こんな違いもありましたよということですね。そしていよいよ、こいつキングケロロンと戦うっていうことですね。決勝戦まで戦って勝ったっていうことですね。で前回は、黄金の騎士と戦ったり、トーナメントの決勝まで行って決勝勝って、そしてキングケロロン戦を戦った。そして倒す寸前でやめさせてもらった。なのでもう一回キングケロロン戦をやるっていう、要はそういうことなんですが、じゃあやっていきましょうか。3つか2つぐらいお見せしたいと思うんですけど、まずね、このメンバーでいきます。
作戦はね、今から見せるのはクリップは普通にパワーヒットは使わないです。マックとトルタンにパワードリンクをつけて、それで戦うでやってもらって、で後からヤンセンとクックにグランダで攻撃してもらう。でセドも1回戦うを攻撃するっていう、割とシンプルな戦い方ですね。運を要するのでちょっと実況じゃ無理なんですよ。さあうまくいけばいいよ。うまくいく保証がないので、クリップを取らせていただきました。これね、魔法なんでどうでもいいです。グランダを使うんでね。それからこれはね、最初にね、だからさっきのヒントのシール、前回たまたま発見して使ったけどさ、シールをさ、相手にかけたけど、で、これ、黒魔法使えないから、シールを使うためにこれね。それから、コーンブレイクをやっぱり相変わらずかけます。そのために混合石の樹輪樹話が必要なのでこれをつける。でこれはどうでもいい。でこの辺もなくてもいいのでね。それからマックはこれね、本当はね、今からクリップは見せるクリップはちょっとまだ考察途中だったんで、こっちの方が本当は良かったんだけど、多分これなんだよ。これでやっちゃってるんだよな。ダメージは入るんだけど GC はあんま減ってないんだ。そしてこれね、そして、これは、こういう感じで、確か非番交流っていうのは、古の大廃墟で古の魔物を戦った後に取れるトレハンメモの報酬だったんじゃないかな。それから、これはセドのイベントクリアしたためにとってアネーラの銃、1回しか攻撃しませんけどね。それからこれをつけた方が絶対にいいです。いいんですが、まだ攻略最中だったんで、これにしちゃってるんですよ。あんま意味ないんだよな。これはだから最初にやらなきゃ意味がないんだよ。これを使う意味っていうのは、これは前回黄金の騎士戦で得た報酬ですね。エイジオブリングとエイジオブなんとかってやつ。今見せますけど、トルタンのところになって見せますが、とにかくこれは最初にやっぱ使うべきなんだよ。特に即死が効くような相手とかもいるしね。なおのことを最初に使うべき。最初にドカーンってダメージを削れば戦うのダメージが上がるわけなので、他のスキルとかもそうなんだけど、だけどちょっとまだ攻略考察途中だったんで、残念ながら使ってないと。ただね、戦うでずっとやってるんでね、全てオールパーフェクトが出たんですよ。だからクリップを残しておいたっていうことなんですよ。本当は違うんですけどね、これじゃない方がいいんですけどね。さてと、なぜならセドが最初に攻撃をしないから。でセドが、自分が持ってるスキルの、連続アイテムを使って、これを使ってトルダンとマックに、パワードリンクを放り投げる、っていうことなんですよ。だから1ターン目で、マックに攻撃、トルダンも攻撃してもらうんですが、エイジオブリングはどっちかにつけさせた方がいいということですね。マークかトルダンに。ごめんなさい、ちょっと説明下手で。で次に、トルダンなんだけど、これはエイジオブキングか。これはだから前回、黄金の騎士戦で得た、武器ですね。素晴らしい攻撃力ですね。でこれはこれでいいでしょう。それからエイジオブリングですね、最初のね。これと、それからオーガーバングルね。武器ブースト2。さて、それの、じゃあクリップを、じゃあまたね、お見せするんで、じゃあそこまでカット。さて、この辺はじゃあちょっと飛ばそうか。また後でどうせ見れるし。こういうことね。それでね、先にじゃあ説明しちゃおうかな。このね、ケロリーナは何？ちょっと後ろのケロリーナは何？王様卑怯だよと。これね、気づかない人いると思うんですけど、そういえばね、前回何気なくシールかけたりして、そのまま通り過ぎちゃったけど、なんせ初見だからさ。これね、要するにこいつはシールをかけた後に封印回復っていうね、ことをやってくるわけですよ。それのための要因なんですよ。だからケロリーナって聞いた時に今まで出てきてるのでね、ケロリーナは。なので、なんていうのかな、じゃあ回復をするやつらなんだと思うと思うんですよ。大半の人は。そうじゃないんですよ。こいつはシールを、かけた後に封印回復、だからシール回復って言えばいいのかな。それをするための要因、シール回復要因なんですよ。ただ単に。
だからいくら HP が王様が減ろうと、だから白魔法で体力を回復させるわけじゃないっていうことですよね。だからシールを全くかけるっていう頭がなく、シールを全く偶然にもかけないっていうプレイヤーがいたとしたら、こいつ一体何だったのっていうふうに思ったまま終わるっていうことですね、戦いが。こいつら何だったのって、そういえば最初に卑怯だよって言ってたよなって、何だったんだよということなんですよね。でね、ものすごいターンをかけて戦ってるわけじゃないんですよ、私も。もしかしたら HP 回復っていうのもやるのかもしれないけど、どうなんだろうね。そこまで確認してない。だから私のその今言ったのがちょっと間違ってたら申し訳ない。とにかくシールをかけたりしているうちは、こいつはいくら王様が体力が減ろうと、回復は絶対にしません。それはもちろんそれだけは間違いない。何回もやってるんで。ただ本当に10ターンとか20ターンとかさ、かけたとしたらどうなんでしょうねっていうとは思ってますけどね。まあそこまで時間なかったので裏では、そこまでの検証はやってないです。さてと、まずねシールをかけるんですよ。だからとにかくね。そしてコンブレイク、でそしてもう早速戦う。そしてこれはアイテムでパワードリンクを2人に、ね、投げる。なんかちょっと考えてるのかな。マックとトルタンに投げるっていうことですね。本当は後から実況の戦いやりますけど、本当は1ターン目にジャミングをかけた方がいいんですよ。それは後でやります。なんでかけた方がいいかはこれ後で分かります。でまあこういうふうにね、かける。そしてね、なんで実況でこれをやんなかったかっていうと、そんなに難しくないのに、まずね、トルタンが王様より今左に来てるでしょ。行動順が早いってことなんですけど、左ほど早いわけですよ、このゲームね。でね、左にトルタンが王様より左になる確率がやっぱね、低いってほどじゃないんだけど、7364わかんないけど、結構ね王様になることがの後になる方、王様の右に来ることが多いんだよ。まずそこが第一関門なの。でこれはだから王様の左に来てるから、第一関門突破と、いうことなんですよ。そして第二関門はですね、ここである程度ダメージを出したいのよ。ごめんなさい、今のね、これね、こんだけね、上の GC ね、ほらこんだけ減ってるんだけど、 GC8 倍ダメージが働いてクリティカルが入って GC8 倍ダメージが出るんだけど、さっきのエイジオブリング組んでたなら、そしたらこの4レベルっていうの GC が、それが1レベルまでいきます。だから3つ削れる、3マス削れるんですよ。だからでかい。特に戦うでずっとやっていく場合には。でそれは後で気づいてさ、これね1485っていうのはおそらくコンブレイクもかかってないですが、これねクリティカルが入ったんじゃないかな。ちょっと音聞けばわかるか。入ってないな。クリティカルは入ってないや。そっか、エンジェルリックだからな。でこのダメージ取れたわね。でね、今プーラスかけたでしょ。このプーラスっていうのをこいつはかけてくる。でこいつの特徴を言うと、まずね最初にプーラスをこいつは絶対にかけないの。自分の強化魔法ね。いろんな攻撃がもうとにかく効かないってやつね。である程度ダメージを与えたりしないと、バリアって言えばいいのかな。それが剥がれていかないっていうことなんですよね。そういうメーターがあるわけじゃないんだけど、まず絶対こいつは自分を強化したいの。でそれをシールをかけることによって、次のターンが必ず封印回復っていうのをやってくるんですよ。なんでやってくるかっていうと、またプーラスをかけたいから。でね、プーラスをかけて自分を強化した後に、その後にとんでもない攻撃をしてくるんですよ。またそれ後でお見せしますが、その前準備としてこいつはまず自分を強化したいんですよ。もうどうしても。でこのプーラスっていうのをかけると、封印回復っていうのを必ずケロリーナがやってくるんですよ。でそれは2回まで。3回目は必ず失敗します。前回ね見ていただければ分かるかと思うんですけど、ケロリーナでも封印回復はもうできませんよみたいな感じなんだよね。そういう演出が入るんだけど、
じゃあ今度こいつ何やってくるかっていうと、それの前に要するにシールをかけて封印しとかないと、もうそのとんでもない全体魔法攻撃と、それから物理攻撃が飛んできます。単体物理攻撃。単体物理攻撃は主に全員に飛んできますけど、公園に飛んでくることもあるっていうことですね。でね、それは眠りの負荷効果がついてます。だから眠り対策を、もし心配ならしておく必要がありますね。私は今してませんけど、っていう感じですね。さて続きを。でね、これね、今プーラスかけちゃったでしょ。最初に説明しとくか。後から、言うのもあれだから。最初に、今ね、プーラスを全員攻撃した後にプーラスをかけたわけですよ。こいつはね。ってことは、次のターンの時に、プーラスがかかった状態で我々は望まなきゃいけなくなっちゃったんですよ。なっちゃってるんですよ、今。だから、次ね、最初にマックが攻撃することになるんだけど、たまたまね。そうすると、マックの攻撃はやっぱプーラスによって弾かれてしまってるんですよね。だから、さっき言った1ターン目にジャミングをかける必要があるってことなんですよ。それはまた後からお見せしますけど、こうやってね、この後にね、攻撃するやつが今たまたまいないんですよ。シールかけたり、コンブレークかけたり。で、これ土属性ダメージアップね。ちょっとこういう説明できるか。なんでここで止めたんだちょうどいいな。このクリップなんでここで止めてたんだろう。そう、こいつね、特性がケロロン。で、属性が水。だから、土属性ダメージアップ。が働いてるわけですよ、今、コンブレークね。ただ、いつも言ってるように、コンブレークは、属性、特性、どちらか 50% の確率で働くので、なので、今、たまたま土属性ダメージアップだったんですよ。で、魔法攻撃も後からやるのでね、他の連中、魔法攻撃をする連中のことを考えたら、土属性ダメージアップが入ってた方が絶対にいいです。全体の魔法攻撃の、底上げになるのでね。ダメージ力の底上げになるので。で、今私がつけてる、エンジェルリングは、土属性ダメージアップとケロロンダメージアップが入ってるんですよ。たまたまそういうリングなんですよ。だから、どっちに働いても、いいんですね。どっちに働いても有利なんだけど、魔法攻撃のことを考えたら、土属性ダメージアップが働いた方がいい。だから今働いた。それが第二関門なんですよ。さっきの行動順で第一関門。で、第二関門は、土属性ダメージアップが働いてもらいたい。希望はね。で、もしケロのダメージアップが今働いてたとしたら、次にグランダとかをやるんですけど、それのダメージの威力がやっぱ下がってしまいますのでね。で、さらにそのエンジェルリングは両方とものダメージアップが入ってますけど、そのケロロンダメージアップの恩恵は受けれてないんですが、ただ、もともとケロロンのダメージが入ってるリングなんで、多少なりともいいわけですよ。だからエンジェルリングっていうのは対ケロロン戦にはすごくいいですね。レベル2なんですけどね。さてと、まだ攻略と考察途中だからちょっと、これね、この時にね、もうね、グランダを放った方が絶対にいいんですよ。ただ今デスペルかけちゃいましたね。デスペルかけた理由は、プーラスを解こうとしてるんですが、クックがデスペルで解除するよりもマックの方が早く攻撃してしまうんですよ。それは知ってましたけど、デスペルをかけちゃいましたね。まだちょっと攻略考察途中だったんで、ちょっとバタバタしてますね。今エイジオブリングをこう入れてるんだね。1回だけ攻撃するっていう意味は、今ここで攻撃します。これは普通に戦うだよな。で、これね、封印回復。さっきでシールしてるんでね。されちゃってるんで。で、こいつはまたこれでプーラスをかけれるようになった。ほらね。41以下ダメージ与えられない。プーラスがかかってる。でね、41しかなのにないんだけど、これはね、ラッキーだったんだよ。これが第三関門なんだよ。この作戦をするっていうことなんであればってことね。何もこの作戦を絶対しろって言ってるわけじゃないんだけど、これね、大体はね、
ゼロです。そうすると次のトルタンの、スーパーパワーが全く活かせないので、困ったことになってしまいます。これはラッキーだった。41でもいいです。プーラスが解除されたのならば、プーラスが解除されたのであれば、で別にダメージが1だろうが何だろうがこの際いいです。じゃないと後々ガタガタになってしまうので、攻撃力が。まあこれでプーラスは完全に溶けきったんですよ。なので次のトルタンがこれ本当はもっと出るんですけど、まあとにかく4600で、これもね今クリティカルがこれで終わりか。クリティカルが働いたんですけど、さっきのちょっとリングとかを見直せば3000はいきます。3000ぐらいいきます。ただしクリティカルが入ればだけど、入らなくても2000ちょっとぐらい出るんですよ。まあでもこのターンで終わりましたね。まあこんなような戦い方をまあ最初はしてました。最初はっていうかこういう戦い方もまあしました。これで終わりか。続きましては、前回黄金の騎士戦で前回のアルテマヒットっていうのを手に入れてるんですね。手に入れたっていうのは後から知ったんだけど前回確認しなかったから。でそのアルテマヒットなんてものを手に入れたんだと思って、ぜひそれを使ってみようと思って使った戦い方が次からお見せするクリップです。じゃあちょっと探すまでカットね。はい、それがアルテマを使ったトルタンがアルテマを使った戦い方に挑むための装備なんですけど、これもちょっとね攻略考察途中だったんでちょっと違うんだよな。まあここまではいいんだよな。ここまではいいんだけど、これねエイジオブリングじゃなくてもいいや、エンジェルリングでいいです。まあでもこんな風にしました。あんま違わないんで。でこのね一番のねショックポイントがあって、まあこれエンジェルリングはそれでいいんだけど、このねブレインリストっていうのかな、まあMP が上がるやつだったら何でもいいです。何も消費 MP ダウンじゃなくても、アルテマヒットってね100使うんだよ。 MP100 はねとてもじゃないけど到達してないのでね、何かしら、MP を上げる方法、あるいは消費 MP ダウンにして使うしかないんですよ。もうしょうがないことに。でねまあね何がショックって、攻撃ブーストを入れられないってことなんですよ、アクセサリーで。これはショックですね。 MP100 になるには相当レベル上げなきゃいけないんじゃないかな。だからねもう後ろ髪引かれる思いで、武器ブーストを外した。だからパワーバングル、オーガバングル、まあ、どっちでもいいんだけどそれを外して、なんとか、アルテマヒットを使える MP 量が確保できるアクセサリーを組んだ。まあ、これたまたまブレインリストですけど、別にMP が100になれば別にいいですね。それ使えるんで。でこの消費 MP ダウンだとアルテマヒットが75で使えるんだよ。75でね。まあギリギリだったよな、どっちにしてもレベルな。まあ MP 上げちまえばいいのかいっぱい。といっても MP レベル MP アップ3までしかなかったかな今。それでどのぐらい上がるかちょっと今覚えてないけど、まあとにかくそんなね残念なことがあった。だから不死者の皆無とかで使えば、まあいいでしょうね。攻撃ブーストとかも入れられるし、ある程度ヒットも使える、習得すればね。まあとにかくトルタンでやりたかったからっていう、トルタンでやりたいためには何かを犠牲にしなきゃいけなかったということですね。今レベル35だから、35っていうかとにかく MP が80しかないからマックスで、という残念なことが発覚してちょっとショックだったんだけど、まあこんなような装備で挑みました。アルテマヒットを使う戦い方です。でまあスキルはまあ別にね、まあどうもこうもないですよ。レベル35とか38の精度はまあこんな感じで、これアルテマヒットね、ここに入り込んでたんだね。さてこれが実際の戦い方なんですが、まあいつものねこれでまあ同じようにまずシールをかけておく。そして、コンブレイクをかける。でこれ戦うにした。でパワードリンクをとケロナミン Z のいつものケロナミン Z いいのか。
あ、これでいいのか。ごめんなさい。あ、これクリティカル入りましたね。これエイジオブリングのパワーですね。ちょっとあれ、あ、2つ3つ減ったのか。あ、2つ減るって意味なのかな。まあ、とにかく3つ3マス削れるってことですね、さっき言った。でシールドトンブレークかけて、でね、アルテマヒットはやっぱパワーがあるみたいで、すぐに放ってくれないんだよね。だからファスダを使うことにしました。装備を変えて、それをトルタンに使って無理やり行動順を手前に持ってきます。でグランダで攻撃して、まあ、早速ヤンセン、そしてマックはまだ攻撃か。これ延長、ほらね、こういうことだよ。今クリティカルが入って脅しましたね。それでもゼロになってしまうということです。プーラスが今かかった状態だったんですよ。さっきそういうことを言ってるんですよ。まあこんなようなことになっちゃうんですよ。これね、エンジェルリングに変えるべきだったな。今それセドがエンジェルリングなんだっけな。まあこれも攻略考察途中なんでちょっと雑なんですけど、流れ的にはとにかくこんな感じなんですよ。それはあんま変わらないんだけど、装備がちょっと、練り切れてないですね。でこういうことをやってくる。こういうことをやってくるのは2回まで。これもなかなかパワーが入りませんね。プーラスが勝ってる状態だから。そしてファスがかけてるんで、土属性ダメージアップが入ってるんだな。でこれですよ。ということですね。そしてこれで終わったと、いうことですよ。なかなかのパワーですね。ただ使いどころを慎重にしたり前準備があったりするんですよね。でいつものね、ケロナミ Z 使った技だとあんまりねダメージが入んなかったような気がしたんだよな。なんかね、まだ攻略考察途中でなんかあんまはっきりしないんでね、またアルテマヒットについてはまたお知らせしますよ。どっかでなんかの時に使う時にはね。さてと続きましてはですね、次は一旦で倒すやり方です。今回もいずれの戦いも全部ノーダメージ、これから実況でやるのもノーダメージっていうことですね。それじゃあちょっとそのクリップ探すまで、カット。はい、探しました。まあトルタンね。まあこれスキルの説明か。まあさっきと同じなんでいいか。まあそんな早送りすることもないか。でね、このね、装備説明になっちゃった。これをね、これデータ戻ってるんで、今この隕石のリングって存在しないんだけど、これをちょっと使ってみました。作ってみました。これね、聖獣戦の時も作ったんですよ。やつも土が弱点だったんでね。これは、作って、どれだけダメージが出るだろうと、今のトルタンでね。それが知りたくて作ってみました。土属性レベル3ダメージアップ3。でクリティカルアップ3、とにかくクリティカルアップ3が重要なんだよ。それでオーガバングルね。これがつけれないってことだよ。アルテマヒットの場合はね。残念ですね、非常にね。もう全然違うよ。攻撃ブーストが入ってるのと入ってないのとじゃ。これ2だけどね。1だろうが何だろうが。でね、あとのこのクック、それからマック、それからヤンセン、これはいずれも、防御だけです。でセドに、ケロナミン Z となんだ、パワードリンクを投げてもらいます、トルタンに。でこういう順番ね遊んでみました。何でもいいです、ノーダメなんで。並び順は操作しやすいようにっていうことですね。まずはセドがケロナミン Z とパワードリンクをとにかく投げる。そしてコンブレイクを働かせないのか。どうだったっけ。働かせないんだな。コンブレイクはやらないんだ。そうやらないんだよ。今戦うを押しました。でこれね、であともうみんな防御だからなんか作業するのは2人だけで、ケロナミン Z ね、いつもそっかコンブレイクやってないんだ。でこれで終わりということですね。そっかだからコンブレイクを入れたらもっとダメージは出ますが、一旦じゃ絶対に無理。なぜなら
早く動いちゃうから。さてと、ちょっと言葉切れちゃってるかもしれないんですけど、コンブレークをかけて、今のような感じの戦い方っていうのかな、するとここまでダメージは出せます。もうちょっと出せますけどね。別にいいんだけど、これは一旦で倒してないですね。その代わりね。っていうのもありました。さてと、今からじゃあ戦っていこう。それ実況でね。相変わらず説明が出て申し訳ないんですけど、なんかもっとお見せしたかったのがあるかと思うんですが、さっきのね、じゃあ先に説明しようかな。さっきのね、プーラスをかけるでしょ。で、シールをかけたり、プーラス対策を何にもしてないとしたら、次に全体魔法の強烈なのが飛んでくるっていう、私言ったと思うんですけど、それがね、これなんですよ。ちょっとまたカットね。はい、その強力な全体魔法攻撃ってこれなんだけど、このディバイドとかいう技なの。なんでポーズボタン押しちゃったんだ。これね、すごい演出なんだけどさ、このダメージね、なんか均等なんだね、ダメージ量がね。でね、このままさらに何の対策も打たないと、これ全然初期の方だったんですけど、これプラスかかっちゃってたんで、それを見せたいんじゃなくて、次にまたこいつはすぐにまたディバイドを使ってきます。何の対策もしてないから。そうするとまた強烈なのが、前衛がいないもんですから、こうやって均等なんだな、攻撃力が。トルダンは HP1 があるので、HP1 があるので耐えられてますけどね。という、技が飛んでくるんですよ。だからプーラスをやっぱりなるべく防ぎながらリバージを使う時間を先延ばしにしたいっていうことなんですよね。シールでプーラスを封じてる間に倒すのが理想ということですね。さてと、これ装備変えてるんだな。変えなきゃ。で、今から戦うやり方は、これでいいのか。今から実況でやる戦い方は割と失敗が少ない。関門も1関門ぐらいかな。そこさえ乗り切れば、それは別に致命的なものでもないので、パワーヒットを使います。いつものね。その戦い方をやっていきます。そうすればほら、パーフェクトもグッドももう気にしなくていいからさ。で、3ターンで倒せますね。うまくいけば2ターンで倒せるけど、それは無理です。相当運が良くなければっていう感じですね。さてと、今からやっていきますが、メンバーはこれで、同じように、シールをかけ、コンブレークをかけ、そしてパワーヒットをやっていくんですけど、マックは1ターン目は、ジャミングをかけます。それは3ターン目のためにジャミングをかけます。3ターン目のために1ターン目にマックにジャミングをかけてもらう。そしてこれはパワードリンクとケロナミン Z をトルダンに放り込む。そしてトルダンは、パワーヒットを放つっていうことですね。そしてトルダンの1ターン目のパワーヒットは必ずやつより後になります。パワーヒット自体が遅いからね。そうすると次のターンはプーラスがかかってない状態でみんな攻撃をすることができるということを意味しています。ただトルダンの場合外すことが多いのと、プーラスがかかった後なんでね、さらに外すことが多いっていうことなんだよ。で、簡単に言うとそういう流れなんですが、これね、シールのためにこれ、そしてコンブレイクのためにこれ、武器はどうでもいいですけど、であとエンジェルリング、これね、さっき言ったエンジェルリングね、辻属性とケロノンキラーっていうのがダメージアップじゃなくてレベル2ね。だから HP9 社どうでもいい。今戦いはね、今戦いはこれに関してはどうでもいい。できれば理想はクリティカルアップが入ってくれるのがもうめっちゃ理想ですけど、そこまで贅沢は言えないですね。で、私これイニシエの大廃墟のこれボスのイニシエの魔物からもらったんだっけ、エンジェルリングは。確か私ねこれね2個持ってます。最初にあいつと戦った時にこの報酬を見た時に、これはいずれ使えるんじゃないかなと、なんかの時にね。だからアイテム2倍のスキルを入れて、セドを入れればスキル組む必要ないけど、2個手に入るまで頑張ってやってました。だからエンジェルリングは2個持ってますということです。普通ということですね。普通は1個しか絶対に手に入らないということですね。それからパワーバングルね。それからこれは
これこっちだ、こっち。今回はこれは使わない。要するに戦うじゃないから、スキルだから、パワーヒットね、これは必要ないですね。でこれね、これだから隕石のリングの1段階下のものですね。これを使う。セドが攻撃するのは1回だけっていうことですね。2ターン目かな。違う、2ターン目じゃない、3ターン目だ。3ターン目にやる。1ターン2ターンはセドは最初にトルタンの強化、2ターン目はマックの強化をしてもらいます。これはもうこれとかないんでね。なのでこれ入れるのないんだよ。ノーダメだしね。さてと、それでトルタンは前回取ったこれ、そしてエンジェルリングでオーガバングルと、さてスキルはもういいか、同じだからね。レベル変わってないんだから、さっきからデータ戻ってやり直してるわけなんで。さてと、じゃあそういうのでいこっか。じゃあ話しかけようか。これね、前回話したやつね。長野馬と戦っていいと。今まで一人戦いでしたね。予選も決勝トーナメントも。ちょっと一応聞く？前回もこれ聞いたか？逃げれてないぞと。で、準備 OK と。そしてこのメンバーで行く。ということですね。でね、ここで一旦、もうちょっと先ですけど、ここで一旦、録画を切らせていただきます。録画ボタンをオフにさせていただく。そしてまたオンにします。この後ね、これ B ボタンを押すともう戦いが始まってしまわないや、もう一段階あるんだ。でこれを敬礼と、でこれをこうして A ボタンを押して、そしてちょっと演出が入って始まると。さあいよいよやっていこうか。長くなって申し訳ないですけどね。そしてこれと、これ気づかない人結構いるんじゃないかな。わかんないけどね。こいつら何だったんだみたいな。さて、じゃあまずとにかくシールよ。ね、これしなきゃしょうがないから。そしてコンブレイク。土属性ダメージアップが働いてほしい。それからこれはさっき言ったジャミングをやる。ちょっと待って、変えるの忘れちゃったよ。そっかなんかおかしいと思ったんだよ。ジャミングね。これは3ターンのためにやります。3ターン目のために。そしてこれはパードリンクをとケロナミン Z をトルタンに。そしてトルタンはパーヒット。これでプーラスを解除してもらう。デスペルでも解除できますけどね。そういえば言ったっけ、デスペルでも解除できますけど、プーラスは。でこれをプーラスでやると、こいつね、最初のプーラスは早いんだ、行動順が。これね、そうすると次に封印回復を使ってくるので一旦得する。でここでミスするなよ。OK1195、大体119495。ケロノンキラー、行くかこれで。今のが土属性ダメージアップが働いてほしかったんだよ。第一関門突破にはならなかったですね。しょうがないです。50% の確率なんで。でここで早速グランダをやる。そしてグランダをやる。だからこれ2人分のグランダだから、なかなかさ、土属性ダメージアップが入ってないからなかなか辛いもんがあるんだけど、それからこれはパワーヒットをやるんだが、ちょっと待って、パワーヒットをやるんだけど、そうか、変えなきゃね。パワーバングルにね。それからパワーヒットね。で今度これ違うよ。マックケロナミ Z をマック。そしてパワーヒットね。だからこの時にプーラスがかかってる状態になっちゃってるのをさっき防げたんですよ。うまくいったんでね、取るからね。
アイテムの方が早いからパワーヒット放てる。やっぱり1000切っちゃったから1700ぐらい、っていうことですね。そしてね4000ぐらい。 OK でこれも1000ぐらいいかないか。まあしょうがないな。これでね2400ぐらい残ってるはず、やっぱりね。あ、そしてねケロンガクラウンってやつね。でまあこういう感じ、さっき見たか。でさっきねさっきお見せしなかったか。ちょっとついでに言うと、ちょっとまたあれね、カットね。このリバイドなんだけどさ、魔封じで封じることができますってことを言いたかったの今。確認してみた。やっぱり魔法だね。特殊技っていうのじゃない。ほらね、ミスね。まあもういいか。ちなみに魔封じで封じることができる。プーラスも魔封じで封じることができますが、1ターン目で本当はかけたいんだよ、それを。で1ターン目でもう魔封じでプーラスを封じるかけることができなかった。こいつの方が早いから。そしたらもう結局シールをかけた方がいいので、まあいろいろやっててね、魔封じで防げばいいんじゃないと思ったんだけど、どうしてもこいつより前に出れなかった。すごくレベルが高い人だったら平気かもしれないけど、プレイヤーね、我々がね。セスでもダメだったし、もう誰でもダメだった。だからどうやっても無理みたい。まあそれも運が少し関係してるのか知らないよ、何回もやってないから。でももうあまりにも確率が低すぎて、どっちにしたって。だからシールの方がいいですね。まあどっちにしてはシールはかけますけどね。ついでにさらについでにというか、さらに魔封じを1ターン目でかけてもどうかなと思ったの、防げれば。そうすれば2ターン目、さっきの例えばトルタンが外したとしても2ターン目プーラスがかかってない状態で攻撃できるのでね、それを狙って魔封じをかけたかったのよ、1ターン目に。でもこいつより先に行動できなかった。っていうことなんですよね。何するんだっけ。これ3ターン目かな。3ターン目だね。じゃあもう本当はね、長引くんだったら絶対に次もこれをやんなきゃいけないのよ、絶対に。でもこのターンで終わるから、まあこれでいく。だからまだプーラスが解除されてないと、このクックのていうか魔法攻撃もダメです。ダメージゼロです。まあもちろんこれもゼロですね、ダメージが。本来はというかかかっちゃってるとね、プーラスが。パーヒットね。そしてここでやっと攻撃する。うまくいけば3000ぐらいっていうことですね。だからもっといくんだよね、ここ入れれば。パーヒットね。まあヤンセンまではいかないけどね。ヤンセン遅いから行動が。よし、いかなかったか。3000クリティカルも入んなかったですね。終わったかっていうことですね。さてこのままじゃあ見ちゃいましょう。ここまでか。ここで切れちゃったんだよ、録画が。なんで。そしてここでさらに録画ボタンを押して始めたのよ、失敗した動画は。もう本当にさ。そしてこの辺ぐらいで入ってたのかな、トロフィーが。でちょっとじゃあそのトロフィーのクリップ取ってあるんで、ちょっとそれ探すまでカットね。はい、これです。全く同じ戦い方をしました。だから MP のやり方も同じじゃない。僕強くなれたかな。あれおかしいな。あれ今か。こういうことなんですよ。こういうことね。こういうことで、これを録画失敗したんでね、もうすぐにクリップを押して今取れちゃいましたみたいな感じで喋ってたんだけど、あまりにも声のトーンがさ死んでたんで、今回もう一回撮り直してるってことです。ここまでしかどっちにしても見てません。だからケロンガクラウンが何者かは知らない。これはさっきのエンジェルリングの話じゃないんだけど、別にポーズをさなくても平気か。先進まないな。ケロンガクラウンも
今セドがいるんでね、アイテム2倍が入ってるんで2個もらえる可能性があったっていうことですね。で今からこのケロンガクラウンが何者か見ますが、もしおおって思うものだったらなんとか頑張って2個もらえるまでやり直そうかな。どうかな、ちょっと今考え中ですけど。そして、セドがいるんで、20ポイント2万ゴールドだから本当は10と1万なんでしょうね。10ポイント1万ゴールドっていうことですね。さてと、勝者はクック、これねひらがなね、すごいけどおめでとうケロッペ。さあもうやり直して疲れちゃったよ、同じこと喋って。やったら王様に勝ったよ。具はこの我が輩が人間の小娘に敗れるとは。こいつずいぶん自信たっぷりだったけどね。変だ、約束通りそうなんだよこれだよ、これをかけてたんだよ。で勝ったからこれねくれるんじゃないの、くれるとか教えてくれるとか。そうか、これね、もうすっかりこの存在忘れてた。ディバイド、さっきの技もらえんの？じゃあちょっと見てみようか。あれ、もうやりとりないの？人間め、意外と見どころがあるな。ここはぜひ我が輩の嫁にならんか。まだ言ってんのかよ。そういえばこいつの性癖面白かったですね。なんかサラもさ、メガネオプション付きの女子とか言われたりさ詳しくは前回見てください。これ敵全体に使用者の HP 残量に応じた分配ダメージ。じゃあ HP が多ければ多いほどってことか。じゃあ最初に使った方がいいってことか。だってディバイドとかいうのを使うときは大体強いやつとやるんじゃないの？強いやつとやるとさ、すぐ HP 減っちゃうじゃん。だから最初にやりたいところだけど、これどれぐらい詠唱時間。ですみたいに4とかじゃないんだ。2F か。じゃあ引っ張ってこれるかな。80使うのね。分配ダメージだからさっきダメージ量が同じなんだ。全員さっきのディバイド見せましたけど。だからなんか均等なのダメージが。これだけどあれだな、これを使いつつこれねまだやってないんだよ。いつかやりたいんだけど一回も裏でもやったことない。こんなことやったり、しかもアルテマもやったりするとどうかな。それでいつも忘れちゃうからもう見なきゃ。いつも忘れちゃうんだよな、見るの。MPMAX アップ4か。やっぱり3まで持ってたのか。そうね。はい。これなんか言葉変わる？変わんない？これは？ほう。強いなんてもうおしまいけど、早く逃げなくちゃけど。いや、襲わないよ。泣き寝入りなのけどいや。人間が勝ったからみんな大興奮けど、すごかったけど。なんか応援してくれる人もいるの？人間怖いけど、大体こんな感じか。これは前のトーナメントの管理者は、これ2代目か。オーサキングケロノン。なんかキングケロノン閣下と呼べとか言われてたんだっけ。死刑にされちゃったのけど、人間もちょっと待って、管理者ってどこだろう管理者の行く末が心配だよ。王様に行かれたら死刑けろよ。これ管理者？これはこいつどう？人間が王様に勝っちゃったけど、もう覚悟を決めるしかないけど。だってちょっとかわいそうくないか？ケロリム。これね、ゲゲ、人間癖ムカつくゲロ、あっち行けゲロ。ちょっと敵対的だね。人間すごく強いけど、かっこいいけど。ちょっと待てよ。これ皆さん分かりました？ミニマップがない。嘘でしょ？ナビゲーションマップが表示されてない。あれ？そんなバカな、バグっちゃったのかな？ちょっとエリアチェンジする。ちょっと戻る。これは？世界一強いケロの技は人間のものケロ。大方いい反応かな。これね。これさ、もうさっきの言葉言うわけないかも。じゃあ全然気づかないまま終わっちゃう人いるね、プレイヤーによってはね。すごすぎるけど、びっくりしたけど。ちょっと待って、そんなことよりバグってんじゃないのこれ。なんでミニマップが表示されないんだよじゃあちょっとここだっけ、ミニマップがないから分かんないよ。さあエリアチェンジっていうの？もう一回ここに来ました。ミニマップどうだ？僕もキングケロノンと戦いたかったな。クックがいなかったら優勝できたかもしれないのに。これ聖獣戦闘機みたいに言葉入るんだ。マックね。
マックでも戦ってみたかった。ちょっと、あ、ミニマップが表示された。ナビゲーションマップね。あ、ちょっと待って。じゃあ言葉何種類かあるんじゃない？聖獣みたいに。ちょっと待って。はい、今もう一回戻ってきたんですけど、やっぱりあったよ。この森はね、早く行きましょう。またクックがキングケロロに気に入られたら大変だわ。うん、おもろいね。気に入られちゃってたからね。あったよ、危な。まあ2種類ぐらいだと思うけどね。お、これさっきこんなこと人間よく来たけど、王様との名勝負はケロの間でもう伝説ケロ。あれ、また違う言葉。王様のすごい白魔法、違う。王様のすごい白魔法を使ってみたけど、やっぱり強かったけど、いやまだ使ってないですね。また使わせてもらおうよ。絶対使う時来るよ。人間って普段何してるけど、あといつも戦ってるけど疲れないのかけど、まあ確かにあんたたちと会うと戦いになっちゃうからな。でも結構トンズラで逃げてるよ。まずいけど、王様に怒られるけど。あ、これが管理者なの？どうしたの？処刑されちゃう？返しがあるぞ、クックの。珍しい。クックのっていうか、プレイヤーのね。そこの食材全部に明かりをつけないといけないけど、あ、なんだ、処刑の話じゃなくて。でもへんてこな仕組みがあるみたいで、どうすれば全部つくかわからないけど、このままじゃ王様に怒られるけど、人間手伝ってくれないけど、やめておく。そうけどけど王様に怒られるけど、じゃあもう一回ね。手伝ってくれないけど、じゃあ手伝う。ありがとうけど、食材全部で10個あるけど、どれだけ時間かかってもいいけど。ああ、これいい。サブイベ全部つけてくれたら後でお礼するけど、頼むけど。なるほど。ちょっとこいつどうなった？あ、いるな。王様が負けちゃったのに何もされなかったけど、お、人間意外といいやつなのけど、なんか知らない間になんか口添えしたんかな、我々が。やめてあげてくれとか。クックよく来たけど元気けど、また次回のトーナメントには参加してけど。あ、次回のトーナメントってあんの？久しぶりだな人間こんもう一度結婚考えてくれぬか。そんな求婚されてもさ、まあ変わってるってことね、言葉がね。これね、さっきさミニマップないからさ言えなかったんだけど、これやっぱ結局行けないんだな、あの先に。こっちはどう？やっぱダメか。あれ、じゃあこのなんか変なサブクエみたいのやったらいけるようになるかな。けど人間手伝ってくれないのかけど。いや手伝うよ。やめることできんの？嫁がさ、あの先にいたら面白くない？あ、食材ってこれ？あ、火を灯すだって。なんか、話しかけたっけ？残りの食材数7個。全部つけるんだっけ？いや、わかんないけど、4個。これはそんな簡単なの？3個だ。2個。まさかそんな簡単な2個ってどれ？消えちゃった。やっぱそんな簡単じゃない。パズルみたいになってんのかな。なるほど。これは大変だ。なるほど。ついてるとこもわざと消したりするんだろうな。今度4個になっちゃったよ。なるほど。これじゃあちょっとカットしてちょっと時間かけてやってみるか。これはもう実況じゃ無理だ。特にパズルが苦手な私は。じゃあ一旦カットね。ちょっと挑戦してみる。時間制限ないみたいだもんね。じゃあとりあえず一旦これはこうするとどうなるの？消えるんだ。リセットされるっていうことなのかな。よし、じゃあ、ちょっと、やり直してみますっていうか、ちょっと挑戦してみますんで、成功するまでカット。はい、この食材のこのサブイベ、やりました。やっとできた。もうとてつもなく時間がかかりました。どうやったか覚えてないので、
クリップを取っといたので、それを見てください。まあいろいろ動き回ったんだけど、その他にもやり方があるのか知りません。もう何なのこれ、すっごい苦手だからさ、こういうのさ。まあ法則性があることは間違いないんで、だから一個一個こう紙に書くしかないんだろうけどね。例えばこれをした時にね、何個になるとか、だからそういう風にやっていけばいいんだろうけど、とりあえず適当やったらできたので、もうとにかくもう本当にもうなんかね、同じものをね2回押したりする方がいいのかなとか、なんかいろんなことやってたの。まあとにかくできたんですよ、多分ね。0っていう風な数字まで今やって、ポーズボタンを押してるんですよ。今これね、例えば残りの食材の数3でしょ。だからこれが0個っていう風になったんで、多分できたと思うんですよ。できてなかったらまたカットしてやり直すか。まあこうついてるの消してみたりね、まあいろいろしてみました。まあこういう感じね。まあ早送りしてもいいかな、編集の時に。どうだろう、全体の長さによる。これね、ここまでここまでしか撮ってないです。さてこれで0個になった。で全部つければいいんだろ。で全部つけましたね。なんか言うかな。変わらない。これも変わらない。これどういう意味だろうね、本当にね。人間意外といいやつなのけどって。なんかクックが進言したのかもしれないな。クックっていうか誰かがね。さてこれでいいんだろうな。よかった。すっげえ疲れた。これで王様に怒られないけど。これは俺やけど大事なものだけど、人間にあげるけど、もう相当いいものなんだろうな。破壊の鉄球か。これね盗めるよ、古の大廃墟のやつから。まあドロッパーでも持ってるやついるけどね。これはGC 削るリングですね。それに使うやつですね。じゃあちょっとそれ探すまでカットしようか。ありがとうケロ。これで王様に怒られないケロ。これだけか。じゃあそこまでカットね。はい。こういうやつね、ハンマーね、こういうのを使うのに必要なやつですね。まあそんなことでしたね。では、今回もご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺にしておきましょう。もう疲れきっちゃったよ。では次回は、またちょっとね新しいところ。では、今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジュラティでした。じゃあね。